京都とか奈良に行けば全部中国を通る文化がそのまま守ってるんですよ。やはり日中間が、本当に深い絆があると。まず道教が入ってきて、そして仏教があって、我々はその中国の恩恵に良くしてるわけですよ。日中に対してもたくさん中国から文化が日本に流れてきて、もう漢字からですね、紙から、そして火薬ですね、発明した中国で日本に持ってきて、日本はもうこれ以上にもっと発展して、昔の中国の流れてきた漢字もね全部維持してきたと。で中国も時代によって文化大革命があって、いろんな文化祭が全部壊したんですね。そういう面で日本に来られれば中国の古代の文化、昔の唐の時代の中国で陶装というんだけど、今の着物ですよ。だからもう畳とか建築物とかね、京都とか奈良に行けば全部中国を通る文化がそのまま守ってるんですよ。でその面で日本にも感謝するべきというふうには私は思いますけど、やはり日中間が、本当に深い絆があるということで、日中間が、もう仲良くすればもう本当に世界一の人間になると私は思っています。日本人のそういう、巧み精神、指導精神っていうのはもともと孔子師匠から日本に持ってきたんですよね。で日本は独自の自分のものになってきて、武士と精神っていうのになってきたんですよ。僕はやっぱり中国から日本にものすごい貢献があったっていうのは、何よりもまず道教が入ってきて、そして仏教が入ってきて、仏教はもちろんインドから生まれるんですけど、中国でよってものすごく日本が受け入れやすいような形になって入ってくるわけ。それから儒教が入ってくるっていう世界の中でですね、ものすごい我々はその中国の恩恵に良くしてるわけですよ。この2つの文化が合わないはずがないわけ。やっぱりその中国の素晴らしいところと日本のいいところと、あるいは東南アジアあたりのいいところとかっていうふうなもの、強みっていうものをどう生かしていくかっていう問題、そういうふうに僕は考えていますが、どういうふうに。いや先生おっしゃった通りで、確かに、歴史から見ると、相当、中国の文化は日本に流れてきて、いろんな技術によって、発展してきたというのをお互いにやっぱ感謝しなきゃいけないっていうことですよ。日本って言ったらいわゆる技術立国っつって、ものづくり日本、そういうイメージがほとんどもう通用しなくなったっていうことですね。つまりそれの根底にはですね、部品市場っていうものが世界に出来上がってしまっていて、また人材市場っていうものも出来上がってしまっていて、それが根本的にこの技術力の平均化っていうものを生んでしまったということになると思うんです。だから例えば東芝とか何かなんかに勤めていた人たちっていうものがですね、技術力持ってるわけですよ。それを韓国とか中国なんかが買いに来るっていう感じで、日本で、取ってた給料の3倍とか5倍ぐらいの給料で、雇われてしまうわけだから、技術力の中でものすごく平均化が起こってきて、しかも人件費は中国とか韓国の方がずっと安いっていう状態になってきたらば、日本は太刀打ちできないっていうことになるわけですね。そういう形の中でじゃあどうするかとしたら、工場の海外移転だとかなんだとか、あるいはもう人件費を抑えるしかないからとしたらば、当然正規雇用ってものは維持できなくなってくる。そうするとそういう非正規雇用ってことになっていって、先ほども僕が申し上げたような意味でのですね、もう希望のない出世もできない、結婚もできない、子供も持てない、家庭も持てないっていう、そういう世界がもう起こってしまってるっていうことなんですね。確かにね、特にもし日中関係も悪化するとね、経済がまず一番大きな打撃になる、ダメージになるんですが、昔は世界の工場って言われた中国、今はもう人件費も高くなって、
そうですね。もともと日本のたくさんの、ブランドは中国で、作っているっていう状態だけども、今はさすがに中国の人件費も高くなってもう全部他の国、ベトナムとかインドネシアとか、ああいうところに持っていったんですね。例えばユニクロともね、日本で作らないんですよね。そう労働力が少なく、建築業界もみんなそうだけども、さっき先生もおっしゃった通りで、1台の車がもう中国でいっぱい走ってます。世界中に走ってる。よく見たらその技術全部日本の技術です。そういうところがやっぱりそういう危機感がなきゃいけないっていうことですね。やっぱね、やはり人材が、本当に大事にしなきゃいけないっていうことで、安い給料で、本当にみんな苦しんでるんです。昔はね、やっぱり中国の品物っていうのは安かろう悪かろう総額品にね、代名詞に使われてましたけど、今は全然そんなことなくてですね、さっき言ったように自動車は世界一の生産台数を誇ってるわけだし、そうするとそれがまた人件費が高くなってしまうもんだから、それをまた追ってくる後進国、それが例えば東南アジアあたりの諸国あたりになってるわけであって、必ずそういういさしごっこっていうようなものが起こってくるっていう感じですね。そうですね。それは日本と中国の現状でもう、やはり過去戦争で、かなり、両国の人民が、全部被害者になってるんですよ、事実的にはね。で、私も第一のNHK のドラマね、NHK と CCTV のドラマで出てます、出演しましたけど、その作家も、話したんだけども、やはり自分は2000人以上の、日本人で残留個人で主催しました。で、その中から、一つの人物に絞って作品を作りました。結局中国人で自分は敵なのにその敵の子供が育ったと。で、今度は帰国を、私の子供が、中国にいますよと、今度帰国しました。で、帰ってきても仕事もない、お金もない、本当に言葉も喋れない、そういう人たちはとても今はね、悲しいという立場ですよね。で、この全部犠牲者ですよ、彼らはね。やはり歴史はね、残った問題、それを戦争をいいことっていうのじゃなくて、やっぱり戦争ということは残酷だなと。で、みんな被害者は全部人民ですよということで、戦争しちゃいけないっていう話でいい作品をできました。今後でも各業界の、ゲストを呼びますので、政界から財界、学術界、そして芸能界の人たちはみんな、私と対談しながら、皆さんと、いろんな意見を公開しながら、楽しい、そのグローバルサロンをできるようには、願います。じゃあ今日はここで、また皆さんと、質問の時間を作りますけども、はい、どうぞ。はい、日本は、アメリカの政策に結構ついていて、しょうがなくいろいろアメリカは日本にたくさんの軍事がありますから、数字も出てるんですね。中国からも徹底した日系企業とかでサプリチェーンも再構造もよくやられてるんですよ。日本はもともと確かに高先生もおっしゃってた資源も足りないし、で市場も実は中国の市場もマーケットサイズが大きくて、日本のこういう発展にも中国市場も大切だったんです。でこういう中米の対抗のこういう背景の下で、中日の関係は、だんだん悪い方向に行ってるらしいですね。我々の商売人としてこの背景で結構悪い影響も受けてるんですよ。例えばね、この前の日本の海水放出の問題で、中国も日本からの食品とか海製品も全部止まってて、これも両国の貿易商売やってるこういう企業家にとってもすごい影響を持っててるんですね。でそれも一つの例ですね。こういう時は我々一般の実は中日の友好のためにも尽力したいんですよ。どうすればいいか、こういう悪い関係はどこまで
行くか本当に不安定してますね。ぜひよろしくお願いします。戦後体制っていうのはさっき一番僕が先に言ったようにアメリカの一人勝ちで全て最高の軍事力と政治力と経済力っていうものでやってきたわけですよ。でそれがだんだん立ち行かなくなる。だからドル本位制から始まってるわけですよね。基本でドル本位制がだんだんダメになってるにもかかわらずなんとかそれを政治力と軍事力でそれを三つどもえでなんとかそれをキープしたいっていうのがアメリカのやり方だった。だからしたがって彼らが結局最後のそのプライムローンの問題であれするように金融商品っていう感じで外に出ていくあれを還流させようとしたんです。だから実体経済とは全く別な金融経済が出てきちゃったっていうことになるわけです。そういう意味においてももっと哲学的に日本はもっと自立しなきゃいけない。今までみたいに確かにアメリカだけが強かったんですよ。1945年あたりは。それはしょうがない。その中で確かに米ソ対立の中で日本はただ乗りみたいな感じで経済を発展できたわけだから、そういうところでまだなんていうのがアメリカの奴隷やってて自分のなんていうのが哲学を持てない日本人っていうのもやっぱりダメだと僕は思ってます。アメリカと中国の仲悪くなると日本は真ん中で挟んで一番辛いところなんですよ。でアメリカの顔見ながら全部やってるでしょ今の状態で。実は中国と日本は貿易をずっと長年でやっててあんまり相手の顔見なくていいね。中国と日本と関係は、作れば我々にはとってもすごく重要だなと思って、特にそういうビジネスやってる人間がすごく苦労してるんですね。輸出をやってる人は完全にアウトですよ、全部何もできないっていう状態です。確かにアメリカと日本はその日米安保というかございますから、政治的にはそういう体制をしかざるを得ない。それと中国との関係でありますが、先ほど岡山先生いわゆる哲学とその精神を中心とした国づくり、あるいは民意がそういう体制で未来に向かっていかなきゃならないというようなお話なのかなというふうに、全く私もそうだと思いますね。今や本当にロシアのウクライナ侵攻、それから中東の紛争、そこでもう一つ心配なのはやっぱり中国なんですよ、実は。中国も大きな問題を抱えておりますね。ですから中国が本当にここに強硬体制と申しますか、それを強行するとこれはもうまさしく第三次世界大戦ですね。でもファンシー先生が言うその世界平和、これはやっぱり政治は関係ないと、民意が国々の人々がグローバルにそういう気持ちを持たなきゃならないというふうなことを先生、ファンシー先生がおっしゃったのかなと思うんですね。全くその通りであります。中国からのその哲学を学んで日本人の心は形成されてるんですね。ですからこの中ではその政治体制がどうあろうと、どういう報道されようとですね、もちろん歪曲されたたまには報道されますけど、我々日本人は中国に対してすごくいわゆる親近感がある、尊敬しております。なぜかというと中国からそういう点で学んだからです。今後ともご指導よろしくお願いいたします。素晴らしい。ケイさん先生は、そうですね、環境の専門ですね。日本人の方の皆さんは結構観音様とても信じられます。私たちはとても感動しました。彼女はやっぱその観天廟に仕事してるんですよね。やっぱ三国志がみんな言ってますけども、日本人がやっぱり好きだなと。神社に行くなのにお寺にも行ってますと、そういうのはすごく感動してましたけどね。例えば、そのいわゆる神仏集合って言葉があるのはご存知ですか？それを壊したのが明治政府なんです。で、国家神道を作るためにそれは一旦ともかく神仏分離令を、でしかも明治元年に出すんですよ。まだ方針もまともしてない前に。日本人のもともと持ってた非常に清いその信仰心というものを潰して、そして国民に仕立て上げて一括管理しようとしたのが明治なんです。もともと自然崇拝、山の神、それから田の神、水の神、そういうものも一緒に観音様なんかと一緒に信仰している世界っていうのが、それがもともとの日本の
美徳なんですよ。だから日本人大好きっていう人たちっていうのはその明治で壊される前の日本、まだ僕らの DNA の中に少し残ってる、そういうものを好きになってくれてる、僕は解釈している。だってキリスト教だからクリスマスはなぜ日本でやるんですか。心の中に仏がいれば仏がいるんですよ。私も実際はそうだけども、やっぱり道教のところも行くんです。仏教のところも行きます。神社も行きます。キリスト教のも行きます。いや、まあ要は自分の心の中に神がいれば神が存在するっていうことでは理解。日本人はそういうのが多いんですよね。で、私もそういうふうの人間ですよ。だから神様も、何もやっぱり関係性なんですよね。つまり関係を持てば、例えば仏様は存在する。まず仏様が存在するから我々が信じるんじゃない。関係性の中にそこにロシアが出てきたり、アメリカが出てきたりするだけの話です。今回はね、要先生はやっぱり新視覚の専門家ですよ。まあ今度次回はもしかしたら芸能人かもしれない、ね、歌手かもしれない、俳優かもしれない、今度また別の業界の大学の博士とか、来て、いろんな、議論は皆さんと対談をいたします。本日は本当にね、悪い天気の中、よく来ていただいて、またこれを我々の映像が見てる皆さんに、また、引き続き、応援をくださいようにね心から祈ります。ありがとうございます。お世話になりました。その胸に広がる世界は誰にも描けない